こんにちは、青22号です。今回からこれを作っていきます。タミヤの24分の1日産フェアレディ Z240ZG です。2021年の6月に発売されたタミヤの最新カーモデルキットです。今回のキットではエンジン部分も全体が再現されているので、パーツ数は比較的多めとなっています。もっともパーツ数が多い理由はそれだけではないようで、パーツ分割がいつもより多めになっていることも無関係ではないようです。タミヤのカーモデルのキットはどちらかというと、なるべくパーツを一体化して全体のパーツ点数を少なくする傾向があったような気がしますが、今回のこのキットは割とパーツ分割が多めになっているようです。これはおそらくパーツの塗り分けやすさを重視したのではないかと思います。塗り分けに沿ってパーツを分割することで、塗装する時のマスキングの負担が格段に減らされているようです。パーツ分割が多くなるとパーツ総数が多くなるので、その分組み立ての難易度が上がると言えます。今回のキットでは組み立てやすさよりも塗装のしやすさを重視しているというところはなかなか興味深いところではあります。というわけで早速作っていくことにします。まずはボディ周りから作業を進めていくことにします。説明書の順番ではシャシー周りが先になっていますが、塗装にかかる時間などを考えてボディ周りから進めます。まずはボディに取り付けるパーツをすべて切り出します。そしてそれらにフィニッシャーズのファンデーショングレーを薄く塗っていきます。いつものようにこれはいわゆる捨てサフ代わりに塗っているものなので、塗膜の乾燥後はほとんどの部分をペーパーはけで削り落としていくことになります。塗っているグレーは表面の状態の確認とペーパーはけをした時の削った場所を確認しやすくするためだけなので、塗膜ができるだけ薄くなるように塗っていきます。そのために希釈は少し薄めに希釈してエア圧は高めにして塗っていきます。ボンネットは裏面をマスキングした状態で塗っていきます。持ち手の確保が案外難しいパーツなので、マスキングして片面ずつ塗っていきます。リアハッチやヘッドライト周りのパーツは最終的にはボディに接着することになるパーツですが、今の時点では単体の状態で塗っています。これは後でゲート跡の処理やパーツ断面をペーパー分けして整えることになるためです。小さめのパーツは両面テープで割り箸に固定した状態で塗っていきます。塗ったグレーを1日ほど乾燥させたら表面をペーパー分けしていきます。指に力は入れずに表面を軽く撫でるような感じでペーパー分けしていきます。ペーパー分けに使っているのはタミヤフィニッシングペーパーの600番です。中性洗剤を少し混ぜた水をつけながら表面や断面が平らになるように削っていきます。ボディ本体も同様にペーパー分けしていきます。筋彫りの深さは十分にあるようだったので、特に彫り直したりといった作業は必要ないようです。表面に残っているパーティングラインも同様にペーパー分けで削っていきます。ボディ表面には出っ張って角になっている部分もあるので、そういった部分を削ってしまわないように注意しながら作業していきます。600番のペーパー分けが終わった時点で、ボディ周りで接着できるところは接着してしまいます。まずヘッドライト周りを接着していきます。接着剤がはみ出ないように流し込む量に注意します。この J 級のパーツも接着します。このパーツはボディとは違う色で塗る指定がありますが、完成後はパーツ全体が見えなくなるので、指定通りの色で塗る必要は必ずしもないようです。そしてフロントパネルの K1 のパーツを取り付けるわけですが、ここで少々気になるところが出てきます。どうやらパネルの位置が少し前にずれて固定されるようなのです。というわけで J 級の穴を広げて調整します。フロントパネルの K1 のパーツはこの J1 のパーツの穴をガイドにして位置が決まる仕組みです。なのでこの穴の後ろ側を少し削って K1 のパネルの設置位置が
後ろにずれるようにしてやります。デザインナイフを使って穴の後ろ側を少しずつ削っていきます。穴の形が V 字型になっているので、均等に同じ幅で削っていくのは意外と難しいのですが、多少穴の形がいびつになったとしても、完成後の仕上がりには全く影響がないので、必要な分をしっかりと削っておきます。作業途中で K1 のパーツを何度かはめて、状態を確認しながら削っていきます。左右のライトのパーツとつらい位置になるようになったら、パーツを接着していきます。左右のライトのパーツと K1 のパーツの境目のところには、接着剤がつかないようにしています。接着が終わったら、ボンネットを合わせてみて、各パーツの位置に異常がないか確認します。ちなみにボンネットの周囲は意外と遊びが多いようです。今のうちにシャシーに引っ掛けるフックのパーツも接着してしまいます。シャシーを固定するためのものなので、後で外れないようにしっかりと接着しておきます。ボンネットの後ろにはめるパーツは今の時点では接着してはいけないので注意が必要です。これは後でこのパーツとボディとでフロントウィンドウをサンドイッチする必要があるからです。なので今の時点ではボンネットと一緒にテープで仮止めしておくだけにしておきます。ボディ周りをある程度組み立てた状態でスポンジやすりで表面を磨いていきます。600番のペーパー書きをしただけの状態なので、塗装の下地とするには少々表面が粗すぎることになります。そこで2000番のスポンジやすりを使って600番の表面よりも滑らかにしていきます。1000番や1500番のペーパーやすりでもそれらを順にかけていけば同様の結果になりますが、スポンジやすりだと順番を飛ばして600番の表面にいきなり2000番が使えるので、その分手間が省略できます。ある程度組み立てた状態にしてから磨いているのは、パーツ単体でスポンジやすりで磨くとパーツのエッジを丸めてしまうことがあるためです。最後にもう一度グレーを塗っていきます。ヤスリがけによってグレーがないところと残っているところとが混在しているので、再び同じグレーを塗って全体を同じグレーに統一します。ちなみにボディ内側の天井部分は塗っているグレーが吹き込んでザラザラにならないようにマスキングしてあります。これは1回目のグレーの塗装時も同様です。希釈率やエアーツも1回目と同様で、希釈は薄めでエアーツ高めで塗っています。全体が同じ色のグレーで統一できればそれでいいので、必要以上に厚塗りにならないように注意します。ボンネットの後ろのパーツはスリットが塗料で埋まらないように注意しながら、スリット内部にもしっかりと行き渡るように塗っていきます。余談ですが、今回のキットにはボンネットの裏にディテールがあります。実は従来のタミヤのキットはボンネット裏にディテールがないものがほとんどでした。これはクリアボディバージョンを発売するためだったと思われますが、どうやら今回のキットではそのバージョンの発売は考えられていないのかもしれません。というわけでボディ表面の下ごしらえはこれにて完了です。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。